どうも、プロトレーナーのマッケイトレーニングです。これから新しい動画のシリーズを始めたいと思っています。このシリーズを使って2つの質問に答えたいです。まず、1年間にどれくらいの筋肉を身につけれるか。と、2つ目は、プロトレーナーはその目標に向けてどういうことを行いますという質問です。その質問に興味があれば、ぜひ見続けてください。このシリーズを出すきっかけなんですけど、ちょうど1年前の話になるかもしれませんが、大会に向けてバルクしててね、一番大きい体重は112キロでした。で、大会に向けてカットね、絞り始めて、途中で胃腸炎になりました。引っかかってしまった。で、その胃腸炎で1週間で6キロ痩せちゃったんです。その後もう大会を諦めてずっと今85、86の体重をキープしてて、最初に特に問題なかったんですけど、最近自分の体を小さく感じるんですよ。この服を着てもね、熱ですよ、今日。39度の熱があって、一体何なのかわからないけど、ちょっと暖かくしてます。この服でもね、ちょっとゆったりとなってしまって、大きくなりたいなと思って、私のクライアントの中では減量してる人は多いんです。ただ、筋肉をつけたい人もいる。だからみんなの中ではケトルベルのトレーニングとかジムに通って鍛えている人はもしかしたら筋肉をつけたいかもしれません。その人に向けて私できるだけ情報を無料に提供したいと思います。この動画ではサプリ、私が飲んでいるサプリ、私が食べている食事すべて、私のトレーニング、どういうトレーニングをしている、何日どういうメニューを作っているとか、あとは最後になんか質問があれば、ぜひ何でも私に聞いていい。プロトレーナーです。経験たくさんあります。もう全国大会に出た選手をそのトレーニングの指導をやったことがあるんです。だから私、できるだけみんなに筋肉のつけ身につけ方という話をしたいと思います。では、このシリーズの動画は毎月の最初の水曜日に出します。月々私の体がどう変わっているかをみんなに一緒に見たいと思います。なので、まずね、ポージングを、その動画を見せたいと思います。では、この動画を撮った今朝は84.9キロでした。体を見ると、見た通り、私の胸が非常に弱いです。それ、一生懸命意識してトレーニングしないと大きくならない。あとは、上腕二頭筋は上腕三頭筋よりも大きいんですけど、右と左の差があります。それは左の肩の手術によっての神経の問題です。大きくなってもちょっと形が変です。それはなかなか変わらない。足を見ると、足はね、四頭筋がハムストリングスよりも小さいんですけど、セパレーションがいいです。それは私の良いこと。あと、私の背中、僧帽筋があんまり強くないです。もうちょっと大きくしたい。まず私のトレーニングを紹介したいと思います。最初に週4回がいいなと思います。もうちょっと時間経ったら増えるかもしれませんが、とりあえず週4回で良いんじゃないかと思います。で、ジムの日とケトルベルだけの日も両方含まれてます。まず1日目、it's a PPL, right? So we have pull, push, leg, 腕。新しくない。昔からね、こういう制度がありますのでね、もしかするとね、みんなこのような制度をやったことあるかもしれません。ただ、ね、個人的にね、好きなのは、PPL を行っているとき、プッシュ、プル、レグという順じゃなくて、プル、プッシュ、レグが良いと思います。特に、私、デッドリフトをするつもりですので、デッドリフトをやった後、足の日はちょっときついなと思いますので、ね、プル、プッシュ、レグという順で行いたいと思います。試したことはなければ、ぜひ試してみてください。で、これ、ジムで行います。2日目のプッシュの日、これ、胸と、あとは肩です。
私、こういう順で行うと、腕のエクササイズをこのプッシュとプルの日に入れません。だから、バイセプスね、上腕二頭筋と上腕三頭筋の運動を一切、この、2日間やりません。それは足の、腕の日ね、になります。Oh my god。で、これケトルベルの日ね、胸をやるで。次、レッグの日。レッグの日はふくらはぎ以外やります。四頭筋とハム、あとは大臀筋ね、お尻をやります。これジムで。ケトルベル、ケトルベルの弱点は何かというと、もちろん足を鍛えるんですけれども、ジムで行った方が絶対に効率的に良いと思います。もう強くしたい人はケトルベルだけで十分かもしれません。私、この1年間できるだけ大きくしたいです。自分の体を。だからね、Oh my god! もう気持ち悪い。ごめんなさい。足の日をジムでやりたいと思います。で、最後にね、ケトルベルの腕と、あとは胸の日になります。腕はもう私がさっき言ったバイセプスもトライセプスもね、上腕二頭筋、上腕三頭筋も、あとは胸。前言った通り、私の胸が弱いです。なのでね、できるだけ多めにそういう胸のエクササイズをやりたい。最後に、ふくらはぎもこの日にやります。あとはふくらはぎ、プッシュの日と、休日も週3回やるつもりで、腹筋はここ書いてないんですけれども、ほぼ毎日。もしかしたら日曜日休むかもしれませんが、その残りの6日間毎日腹筋もやります。これについての質問があればぜひ聞いてください。私のトレーニングをもうちょっと詳しく知りたければ、ケトルベルの12週間のなんか初心者向けのプログラムを出しているので、それに興味があれば、リンクは説明欄にあると思います。では、これから私のダイエットを紹介したいと思います。1日5食を食べてますが、一番最初に摂る食事はこちらの朝ごはんです。で、朝の6時半に食べてます。朝起きてトレーニングをしてからトレーニング直後にこのスムージーを飲みます。で、内容はですね、オートミール 120g、フルーツ 40g。私、果物何でもスムージーに入れるんですけど、一番好きなのはブルーベリー、バナナとあとイチゴです。最後にね、プロテイン 30g。で、プロテインを飲んでる人は分かると思うんですけど、30、誰ですか？疲れるですね。では、プロテインを飲んでる皆さんも分かると思うんですけど、30g のプロテインは 30g のタンパク質になるとは限ってません。実は私が飲んでいるプロテインだと 30g あたり 21g のタンパク質しか入っていません。What are you doing, Vinny? What are you doing? わけがわからない。で、全体的にね、このスムージーでは脂質 11g、炭水化物 80g とタンパク質 34g になります。気を使っているポイントは、トレーニング直後ですので、脂質を足さない。これはオートミールに入っている脂質のみです。実はすぐに消化できるようにそういう食事を作りたいので、脂質を少なめにしたいと思います。炭水化物は結構多めなんです。もうトレーニング直後はね、ギリコーゲンがね、筋肉の中に入っているギリコーゲンが少なくなってますので、それをちょっと多めにしたいと思います。多めに取りたいです。はい、では2食目の食事を朝の10時に食べます。で、食べ物は玄米 250g、鶏肉、これは鶏の胸肉です。胸肉しか食べないんです。で、茹でて、いろんなものを作ります。で、これ 140g。最後に油 10g。なんか私が作った食べ物の味によってこれを変えます。基本的にごま油とオリーブオイルしか使わないんです。で、最後にね、野菜はカウントしないので、もう油やなんかカロリーのあるものを入れたりしないので、もう
キャベツ、小松菜、ほうれん草とか、それしか基本的に食べません。合わせて、これね、この2食目の食事は、脂質 13g、炭水化物 70g と、最後にタンパク質ちょっと多めにね、48g になります。気を使っているポイントは、トレーニングもちょっとね、トレーニングに近い時間ですので、タンパク質をちょっと、炭水化物をちょっと多めに取ろうとしています。で、タンパク質も結構多めにね。はい。次は3食目を紹介します。これ、午後1時、ね、13時に食べます。玄米 200g、鶏肉、もちろん胸肉 140g と油 10g、野菜。これほぼ2食目と同じなんですが、もう見た通りね、玄米の量はちょっとね、減らします。なぜなら、自分のトレーニングからだいぶ離れている時間ですので、そんなに炭水化物を取る必要はないんです。朝、トレーニングをするため、もうちょっとね、その翌日のトレーニングを考えなきゃいけないんです。なので、このなんか午後の食事じゃなくて、夜の食事にもうちょっとね、炭水化物を取るようにしてます。では、この食事はね、脂質 13g、炭水化物 56g と、タンパク質 47g です。Next, we have meal 4. で、これね、午後の5時半に食べます。まず、じゃがいも 150g。これ一番楽しみにする食事なんです。一日の。これスープなんです。で、じゃがいもの量はちょっと少ないですね。150g のじゃがいもってそんなに多くないです。で、次、ビーンズ、豆です。200g。いろんな豆を日々変えて料理してるんですけど、ひよこ豆、キドニー豆と、あとはケネリビーンズの日本語で白いやつですね。小さくて白いやつ。後で調べる、なんか字幕を書くんです。ケネリビーンズって一体何だろう。で、あとね、プロテイン 15g。これは水で飲んでますね。最後、豆腐。絹の豆腐、150g。キムチと一緒に食べるか、それとも、ピーナッツバッター 20g。そのどっちか。ピーナッツバッターだと、こう、プロテインを一緒にして飲んでるんですけど、まあ、豆腐は別。もちろんプロテインに混ぜて食べません。でも、大学の時、そうしてたかもしれない。走っていた時ね、マラソン。結構痩せてたよ。で、この食事は、脂質 10g、炭水化物 86g と、ね、タンパク質 35g になります。これも私さっき言った通りに自分の明日の、ね、翌日のトレーニングを考えてこれからもう午後5時以降はタンパク質を取るようにしています。そうしないともう朝全く元気がなくなります。いよいよ最後の食事になります。で、これ5食目です。夜8時に食べます。私、これを食べてすぐに寝る。8時これを食べて8時半寝ます。で、内容はパン、全粒粉のパンです。で、1枚だけ。と、あとは卵、大2つ。それだけ。これを、スクランブルにして、オムレツとかにして、パンに乗せて食べるんです。美味しいです。で、これね、脂質 11g、炭水化物 26g と、タンパク質 18g です。多くの人、クライアントを含めて、なんか寝る直前に食べると太っちゃうと思ってるんですけども、それは嘘です。あもうそういう研究は全くないんです。質のある研究はね、全くないし、ボディビルとしてはね、もう寝ている間に筋肉を身につけるんですよ。だから寝る直前、まず必ず脂質をなんか取ってください。ナッツでもいいし、卵、ヨーグルト、なんか脂質のあるものを食べた方がいいです。これを食べることで消化をちょっと遅めるんです。それが大事です。もうこういう食事を食べてすぐに消化すれば、だってみんな8時間以上寝てるかもしれないんです。睡眠は本当に
何よりも大事です。だからもう8時間、9時間必ずできれば取ってください。その8時間の間何も食べてないでしょう。昼間の間それ考えられません。だからね、夜も考えといて、ちょっと消化を遅めたいと思います。あとね、タンパク質、もちろんなんか取った方がいいです。炭水化物も一応ね、取る価値があると思いますので、私の最後の食事をこうしてます。食べている食事は合わせてどうなるんでしょう。まず、脂質 58g、炭水化物 318g と最後にタンパク質 182g です。で、合わせて2522カロリーです。これは一応ベースラインです。これからもしかするね、これを食べても体重は変わりません。前、一番大きい時ね、4000カロリーに近い食事をとってましたが、今はね、ちょっと体重も減ってしまって、これでいけるんじゃないかと思います。10日間、2週間、ちょっとこれを食べて、体重の様子を見ます。その後変更するように考えます。もしかしたらね、この後10日後、200カロリー、300カロリーぐらい高くするかもしれません。このカロリーの量です。で、高くしたときは、もしかしたら炭水化物を増やすかもしれません。それとも脂質。私、タンパク質をあんまり変えたりはしないんですよ。もうずっと180、200の間にします。炭水化物を多めに取らないともう元気が出ないし、良いトレーニングもできなくなると思いますので、私、基本的にね、私のクライアントの指導をした時も、もしかしたらね、こう、炭水化物を多めにして、脂質をちょっとね、少なめにしてる人なんです。これからサプリの紹介をしたいと思います。これは私の飲んでいるサプリなんですけれども、私、お医者さんではないんです。ただ、トレーナーで経験のある方だけです。なので、このようなサプリをね、始めたいと思ったら、ぜひお医者さんと相談してからやってくださいね。で、まずね、ビタミン D3 です。ビタミン D3 は太陽に含まれているビタミンで、私、これ冬しか取っていない。太陽はあまり出ないため、長野県に住んでいるし、もう雪やばくてね、あんまり日が出ません。だからね、日が出ないときは、1000IU をほぼ毎日取っています。いろんな新しい研究があって、もうなんか頭にも良いって言われていますので、ぜひね、ちょっとお医者さんと相談して考えてください。量はちょっとね、最近量は売っている量、ちょっと増えてますが、1万 IU とか5000 IU それいらないんですよ。もう多くの研究ではもう1000、1500とか2000多めにね、2000は限界ですのでね、それ以上は私たちの体は使いませんのでね、ちょっとね、1000だけで良いと思います。あとね、マルチビタミンです。もうみんなのビタミンによって量が変わるんですけれども、私コストコのやつを飲んでいます。1日2錠になります。最後にね、最後じゃないです。これフィッシュオイルです。EPA と DHA が含まれているその分を見ないともう損になるかもしれない。あまりね強くないのとかあまり意味のないのをたくさん売っているのでね、フィッシュオイル like 700g 700ミリでその中ではEPA が入ってるのは100ミリだけ200ミリだけ、それはいけないなって私が2錠飲んでEPA、DHA が含まれているのは 1500mg です。一応1000から2000の間が良いと思います。多くのボディビルダーはもう3000を超えてるんですけれども、私はね、1500ミリでいいんじゃないかと思います。高くなりますのでね。最後、クレアチンです。赤身のね、牛肉をたくさん食べると、もしかしたらこれ必要ないかもしれませんが、もちろん
鶏の胸肉にも入っています、クレアチンはね。ただ、私今、クレアチンが非常に良いです。もう私、ハゲているので、もう副作用はもう気にしません。で、私、5g、1日 5g を飲んでいます。何時とっても大丈夫です。何時飲んでも大丈夫。ただ、研究によって、できれば毎日同じ時間に飲んだ方が効率が良いなのかなっていう説がありますので、私そうしています。トレーニング直後にね、必ずこう飲みます。でもトレーニングには全く関係がない。ただスムージーを飲むので、そのスムージーに入れるだけです。あと、トレーニング用のサプリは EAA7g と塩。塩は非常に良いです。もう私、汗を見るが見た通り、これは熱のせいだけども、たくさんの汗をかく人なんです。塩は私たちの体には不可欠です。まあ、小さい、一さじ半分ぐらい、半分よりちょっと、もういつも適当に私の家に追加してますが、そんなに多く取っていません。で、それでサプリの紹介が終わります。これについての質問があれば、ぜひ聞いといてください。フィニー。これでこの動画が終わります。もしこうした方がいいよという提案があれば、ぜひ教えてください。実はね、この動画をどのように撮ればいいかってちょっと迷っていたんですけど、一応この順にしたんですが、また11回のね、動画があるんですので、ぜひ提案があれば教えてください。最後に質問があれば、ぜひ何でも、ね、答えるんですので、私のことについても自分のことについての悩みとかがあれば、ぜひ教えてください。ともちろんトレーニングの指導コーチングをやっていますので、もし自分が減量したいかもちろん体に、ね、筋肉をつけたい方もぜひ私ウェブサイトのリンクが説明欄にありますので、ぜひ見てください。で、that's pretty much it. 聞きたいことがあればぜひ聞いてね。ね、Lisa. See you guys. Bye everyone. I'm gonna sleep. もう気持ち悪いよ。はあ